こんにちは、トバログです。今回もカバンの中身ということで動画の方を撮っていきたいと思います。前回僕のカバンの中身を動画で紹介して、結構いろいろコメントをいただいたりとか、あとたくさんの方に見ていただけてすごく嬉しいです。ありがとうございます。いつもだといろいろなクリエイターさんとかそういう人のカバンの中身を取材しに行ってるんですけど、最近はこういう自粛の期間ということもあってなかなかねこうやって対面で取材することが難しいんで、今回も僕のカバンの中身を紹介していこうと思います。前回は僕が終日出かけて作業したりとかミーティングに行ったりっていうカバンの中身だったんでかなりね物が多かったんですけど、今回はちょっと休日に iPad だけ持ってカフェに行くっていうコンセプトのカバンの中身を紹介しようと思います。いつもだったら休日はこういうカバンを肩から下げて、で中に iPad とかノートとかそういうのをいろいろ入れて 2,3 時間カフェでちょっと考え事したりとかいろいろインプットしたりアウトプットしたりみたいなのをしています。それでは早速カバンの中身を紹介していきます。はい、まずはこちらですね。僕が休日ちょっとカフェに行く時とかによく使っているカバンです。土屋カバン製造所のユニックリベルタショルダーバッグという、一枚革でできたかなり重厚感があってオイルドレザーでできたこれはショルダーバッグです。これを購入したのはだいたい 3,4 年前ぐらいかな。僕が新卒時代の時に初めてこれを見かけたんですけど、その時は確か6万円とかして高くて買えなかったんですよ。新卒の時は買えなかったんですけど、会社員2年目の時に1年越しでこれを見かけて、うわこれやっぱり欲しいなと思って、そんだけ1年間も欲しかったならこれは買うしかないと思って、タイ米をはたいて購入したショルダーバッグです。僕が持ってるカバンの中で一番高いものですね。でそんな感じで思い入れのあるものなんですけど、これは牛のオイルドレザーでできていて、で購入してから 3,4 年ぐらい経ってるんですが、定期的にブラッシングをしているのでかなり光沢感のある感じでいい感じに育ってくれている気がします。でこんな感じでショルダーの紐部分も同じ革でできていて、バックルというかこの金具は真鍮っぽいですね。これなんか細かいところも気に入ってるポイントで、今僕白シャツを着てるんですけど、こういう白シャツだったりとか、あとネイビーのジャケットに合わせてみたりとか、ちょっと冬だったらコートに合わせてみたりとか、結構真夏以外だったら割とどんなコーデにも合うんで、個人的にはかなり気に入っているものです。で内側ちょっと見えるかわかんないんですけど、一応こういう感じで革の裏面になっていて、ここになんかピックスキンでできたようなポケットがついてるんですね。ファスナーがここにあって、でここに小物ポケットが2つあるんで、意外と大判なショルダーバッグなんですけど、ポケットがあることによってかなり使い勝手がいい気がしています。土屋カバンのこんな感じのタグも可愛いですよね。仕事道具入れるにはちょっとショルダーバッグは重すぎるんですが、休日ちょっと 2,3 時間出かけるっていう時にはかなり重宝しているアイテムです。それではカバンの中身の方を見せていきたいと思います。まずはいつも使ってるカメラ、 iPad Pro、 紙のノート、小物ポーチ、鍵、イヤホン、財布でiPhone。僕の休日のカバンの中身はだいたいこんな感じです。ちょっと並び替えてみますかね。はい、僕の休日のカバンの中身を並べてみるとこんな感じです。前回の仕事のカバンの中身の時は基本的にもうバッグも黒だし、持ち物もだいたいモノクロームで揃えて視覚的なノイズがないような状態にしていたんですが、休日とかちょっとカフェに出かける時は割と意外と色がある気がします。例えばこのノートが黄色だったりとか、カバンが茶色だったりグリップをつけていたりみたいな形で、仕事で持ち歩くものではないんで割と色が乗っている感じがしています。前回紹介したものもあるんで、そういうのはちょっと簡単に触れていく程度にしようかなと思うんですけど、とりあえず僕のカバンの中身を1個ずつ紹介していこうかなと思います。まずはこの辺ですかね。カバンの中に入れて持ち歩くっていうよりかは、ポケットに入れたりとかちょっと体に身につけるものが多いんですけど、まずはこれですね。 iPhone 11 Pro です。基本的にはこの BlackBerry Key 2っていう Android 端末をメイン機として今は使ってるんですけど、ちょっとカフェに出かけるっていう時はこっちにお財布携帯とかも入ってるんで、決済もこれでできるっていうことで、今は iPhone 11 Pro を持ち歩いているっていう感じですね。購入したばっかりなんでちょっといろいろ使ってみたいなっていうのと、あと
広角カメラが備わってるんで、ちょっとカフェの店内を撮りたいとかそういう時にも使いやすいんですね。で、壁紙はゆとろぐくんが作っているミニマルな壁紙を使っています。本当にスマホはすごいなんかいろいろ活用するっていうわけじゃなくて、今のところは本当にメモと YouTube するぐらいなんですけど、一応緊急の電話がかかってくるっていうこともあると思うんで、持ち歩いております。これは前回紹介したんで詳しくは割愛しますけど、ビオプレイ E8 のサードジェネレーションっていうイヤホンです。何回も動画に登場してるんですけど、やっぱりこの牛の脂肪皮がすごくいいのと、音質が割とフラットな感じで綺麗なんですね。だから普段はこれを愛用しています。で、この iPhone と接続して音楽を楽しんでいます。ノイズキャンセリング機能は備わってないんですけど、このハウジング部分につけてるイヤーピースがコンプライって言って結構ね、低反発で耳に密着するタイプのものなんですね。なのでノイズキャンセリングがなくても割と耳と密着して耳栓代わりに使えるんで、ノイキャンがなくてもそんなに困っていません。で、これは身につけるものなんですけど、ブラウンのアナログウォッチっていう腕時計ですね。結構いろんな動画で身につけてる腕時計って何ていうものですかってよく聞かれるんで、今回はカバンの中身なんですけど紹介してみました。これ面白くて、なんかミニマルな感じだけどちょっとベージュっぽくてアースカラー的な感じなんですよね。で、ブラウンって結構こういうデザインとかもともと得意な会社で、素材がセラミックでできています。詳しくはこれも単体で動画にしてるんでそちらを見てほしいんですけど、価格はだいたい6万円とかだったかな。かなり高いなと思いつつ4年越しで購入した思い出のある品です。Apple Watch とかつけないんですかってよく聞かれるんですが、この時計が気に入りすぎてちょっと Apple Watch をつける気になれずにおります。あと小物類で言うと、鍵ですね。今はちょっと動画を撮ってるんで鍵を装着してないんですが、いつもは家の鍵をこの土屋カバン製造所のキーホルダーに装着して使っています。家の鍵ってなくしやすくて、財布に入れて持ち歩いてたりもしたんですけど、いつの間にか単体でポケットに入れて持ち歩いてなくすっていうことがあったんで、こういう分かりやすいキーホルダーを装着して使っています。会社員時代はこれに会社の鍵とかも装着していたんですが、今は家の鍵だけをつけている感じですね。これももう何回も動画に登場してるんでわかると思うんですけど、プレッソっていう小さな三つ折りの財布です。今はちょっと L 字型の財布とかも開発中なんでそちらを使ったりもしてますが、 iPhone のお財布携帯とか、あとメルペイとか LINEPay で支払いもできるんで、基本的には財布は一応持ち歩くけど、クレジットカード1枚入れてるぐらいという簡素なものにしています。はい、そしてこちらは言わなくてもわかるかなと思うんですけど、 iPad Pro 11インチに Apple Pencil とマジックキーボードを装着したものです。前回の仕事カバンの中身では15インチ MacBook Pro を持ち歩くっていう話をしたんですけど、作業がなくてちょっとカフェに行くっていう時は割とこの iPad だけを持っていく時が多いです。で、マジックキーボードを装着しているんで、ちょっとしたテキスト作業とかなんか考え事をメモしたりとかする時にはかなり快適に打てるようになっています。とはいえマジックキーボードを購入してからはまだカフェとかに行ってないんで試せていないんですが、これはもう少し時間が経ったらこれで試そうと思っています。こんな感じでブログを書くときはテキスト入力を快適に行えるし、メールの返信とかもこれでできるんで、最近はサブノート PC を持ち歩くっていうよりかは、iPad でね統一しちゃった方がテキストベースの仕事もやりやすいし、アプリも割と揃っているしで結構快適に使えるんですよね。確かにマジックキーボードを装着しているとかなり重くて、だいたい11インチでも 1kg を超えてくるんで、ノート PC の方がいいんじゃないかみたいに言われることもあるんですけど、画像を加工したりとかちょっと動画編集をしたりっていう時に関してはもうこのサイズでこの重さの PC だとなかなか動作が重くて使い物にならなかったりするんですよ。そういう時でも iPad だと iPad に最適化されたアプリで、それで動画編集とか画像の現像とかもサクサク行えるんで、確かに PC にしかないソフトを使うのであれば PC の方がいいんですけど、同じ重さでサクサク快適に作業できるのであれば、iPad で十分なのかなと思っています。これは人によると思いますね。もちろんこれ自体は iPad なので、こうやって取り外せれば単体のもうタブレット端末として普通に活用することができます。例えばブログを書いたりとかメールを打ったりとかテキストベースだけの作業じゃなくて、こうやってなんか手書きでイラストを描いてブログに挟みたいっていう時は、このまま iPad なんで
こうやって書くこともできるし、あとはまあ調べ物もこんな風に iPad でできるし、あと PC じゃなくて iPad を使う利点としてはこんな感じでね、 Kindle とかで、前にも動画で紹介してるんですけど、僕が iPad がなくてはならない存在なのがこの電子書籍とかですね。カフェに行ってちょっと作業が落ち着いたら、こんな感じであらかじめダウンロードしておいた電子書籍とかを、カフェでゆったりしながらのんびり眺めるっていうこともできるし、なんかちょっとインプットしたいっていう時は、書籍をこんな風に眺めることもできるんで、iPad って本来こういうことがすごい得意な端末なので、こういう風になんか本を読んだりインプットしやすいっていうのも、iPad を持ち歩く理由だったりします。総合的な作業の快適性だけを求めるのであれば MacBook の15インチが僕にとっては一番最適なんですけど、こういう風にインプットしたりとか簡単なアウトプットプラス、本を読んだりそういうのをしたいっていう時にはだいたい iPad を持ち歩いた方が個人的には気持ちがよく使えるという感じですね。僕だいたいカフェに行く時はいつもこういうノートとあとペンを一応持ち歩いています。iPad Pro と Apple Pencil でメモとかできるだろうって思われるかもしれないんですけど、例えば iPad の方でビジネス書とかそういうのを読みながらちょっとメモしたいっていう時はやっぱり紙のノートが便利なんですよね。あとはトバログのブログの方の構造のメモなんですけど、こういう感じでこんな感じで動線をイラストに書いて、でやりたいこととかユーザーにとってどういう状況がトバログにとって望ましいかみたいな、そういうことをこんな感じでメモができたりするんで、こんな風に何の制約もなく、紙とペンだと書けるんでかなり重宝しています。僕が今使ってるのはこのロルバーンっていうちょっと高めのメモ帳なんですけど、なんでこれを購入したかっていうと、まずこのビビッドなイエローの感じがすごく目立つんですよね。カバンの中でメモ帳を探す時にめちゃくちゃ目立つんで、一発でこれがメモ帳だってわかるっていうことと、あとゴムバンドで留められるんでちょっとした書類とかを挟んでいても落ちにくいというかバラバラになりにくいっていう点と、あとこういう感じの形状だけじゃなくてこういう風に使えるのもすごい魅力的だなと思っていて、僕左利きなんでリングノートって結構こっち側で干渉するんですよね。なのでこういう風に使うんですけど、あとこの紙の質も結構良くて、なんかクリーム色でサラサラしてて黒のインクが結構目立つんですよ。細かいんですけど割とそういうところが気に入ってこのノートを使っています。前職時代からこれは使い続けてるんですけど、外出する時だけ使っていて、今はこれ2代目かな。全く同じノートの2冊目を使っています。ペンはこれですね、ステッドラーっていうドイツの、製図ペンみたいなものなんですけど、これの 0.7mm を愛用してます。でなんかこう見た目が無機質ですごくいいなっていうのもあるし、僕小学4年生ぐらいの時にこういうノートに4コマ漫画をたくさん描いてたんですよ。絵を描くのが当時好きだったんですけど、こういうノートに一番なんか4コマ漫画が描きやすいペンだなと思って購入したのがこれで、小学4年生の時からずっとだいたいこれを使っています。なんか書き心地もいいし裏写りもしにくいし、かなりおすすめのアイテムです。だいたい200円ぐらいで文房具屋さんで売ってます。あとはカメラですね。カメラはいつも持ち歩いてるし、何回もブログでも動画でも紹介してるんで詳しくは割愛するんですけど、ライカっていうメーカーのライカ M10 というデジタルカメラを使っています。バンブーのグリップを装着して 35mm のレンズを装着してで持ち歩いてるっていう感じです。必ずファインダーを除いて写真を撮るっていうわけではないんですけど、なんかカメラを持ってると日常の生活の解像度というか、普段見過ごしてるようなところでもこれちょっと被写体になるかもみたいな感じでファインダーを覗いたりできるんですよね。なんか何かを考えてる時とかにファインダーを覗くと心が割と落ち着くんで、いつもこれは持ち歩いて使っています。だいたいいつもカバンの中には収納しないで、基本的に首から下げて持ち歩いています。カフェまでなんでそんなに遠くないんで、首から下げて気に入った景色があったら、ピントを合わせたりシャッター速度を合わせて撮るっていう感じです。なんか心の安定剤というか精神安定剤みたいなところですね。はい、あとは最後に小物ポーチですね。まずこの小物ポーチなんですけど、これはガンゾっていう、老舗革メーカーが出してるサケットポーチ L っていう革製のケースです。めちゃくちゃ光沢感が出てきてるんですけど、だいたい4年ぐらいポーチとして使っていて、で牛革でネイビーなんですけど、かなりもう経年変化が凄まじいポーチになっています。
こういうロゴなんですけど、多分ね、財布を見たことがあるっていう人は多いんじゃないかなと思います。こんな感じのコンパクトなサイズ感ながら、街もそんなにあるわけじゃないけど、結構モバイルバッテリーとかが収納できるんで重宝しています。仕事の時とかはもっと大きなモバイルバッテリーとか、充電器とかを MacBook Pro のために持ち歩くんですけど、ちょっと外出する時だったら基本的にはこれで事足ります。ポーチの割には高めなんですけど、価格はだいたい8000円ぐらいだった気がします。よいしょ、中身を見てみましょう。前回も紹介したものなんですが、イソップの消毒ジェルです。めちゃくちゃいい匂いがします。去年メルボルン行った時に購入しました。これはカメラのデータを iPad に転送するための USB-C メモリーカードリーダーです。Wi-Fi でデータを iPad に飛ばすこともできるんですが、枚数が多い時はこれで一気にバーッとやってしまうのが楽なんです。これはチーロのモバイルバッテリーですね。1万 mAh なんですけど、18W 給電ができるんで iPad Pro も急速充電ができるっていう感じです。仕事の時は2万 mAh のを持ち歩くんですけど、ちょっとカフェに行ったりとか休日出かけるぐらいの時はこのサイズぐらいがちょうどいい気がしています。で、USB Type-C での入出力が可能です。で、個人的にチーロの製品はすごく好きで、こんな感じで電子のインジゲーターで容量がわかるんですね。残りの残量がこれでわかります。で、あとは Apple 純正の USB Type-C のサンダーボルトケーブルです。ケーブルは何でもいいんですけど、一応ケーブル類はできるだけ白で統一してるっていうのと、短くて両方とも USB Type-C っていうのが気に入っていて、これを持ち歩く用として使っています。あと最後なんですけど、これですね、セーム革です。鹿の皮の切れ端なんですけど、よく油分を拭き取ってくれるんで、カメラのレンズとかスマホのディスプレイとか iPad のディスプレイとかを触って拭くために利用しています。もう500円ぐらいでかなり使い勝手がいいのでおすすめです。僕が休日持ち歩くカバンの中身はこんな感じですかね。物が少ないように見えて意外と持ち物が多かったんで、ちょっと動画が長くなってるかもしれません。はい、こんな感じで僕が休日にちょっと iPad とかそういうのだけを持って、作業しに行く時のカバンの中身を紹介してみました。カフェに行く行かないとかはそこまで関係なくて、休日はこのショルダーバッグを使ってちょっと外に出かけるっていうのが楽しみだったりします。前回は結構仕事道具とかそういうものだったんで、ガジェット感とか、あとモノクロームな感じが強かったんですけど、今回紹介したの自分で改めて見返してみると意外と色が多いというか、革製品とかそういう愛着が湧く道具を使ってる傾向にある気がしますね。そのシーンによってすごいちゃんと持ち物変えるっていうのはあんまり意識はしてないんですが、こうやって見ると意外と自分の愛着のあるものとか、そういう仕事道具だけじゃないものを持ち歩いてる気がしました。はい、という感じで今回の動画は終わりにしようと思います。トバログではこの動画の他にも、あと仕事道具のカバンの中身を紹介したりとか、あといろいろな人のカバンの中身を取材して実際に動画にしていくっていう企画もやっているんで、もしよかったら他の動画もチェックしてみてください。それでもし気に入っていただけたらチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。トバログでした。